石川タリアです。よろしくお願いします。生まれも育ちも日本です。ずっと福井、もう福井県民もうほとんど福井県民かもしれない。福井県のおすすめ。福井県のおすすめ。いろんなとこ行ってほしい。私食べるの好きなんで結構食べるのが好きだから、なんかどこかな、場所忘れちゃったんだけど、油揚げ屋さんがあって、谷口屋っていう、そう油揚げ屋さんがあって、あそこのね、ちょっと騙されたと思ってみんな食べてみてほしいんだけど、油揚げの挟んだバーガーみたいなのがあるのよ。食べてみてほしい。めっちゃ美味しかった。阿諏訪山になんか大久保茶屋っていう茶屋があって、あそこで食べながら桜見るのも良き、とてもいい。ぜひ行ってみてほしいです。もう福井弁多分いろいろ混ざってるんだと思う。家だと他の言語を使ってるから片言が多いって言われるけど、よく言うよ。はよ起きねま、はよ死ねまとかよく言う。はよ死ね、はよやれ、はよやれの意味で、はよ死ね、はよ死ね、はよ死ね、遅れる遅れるっていうことをよく言う。家だと親がやっぱブラジル出身だからポルトガル語使ってます。でポルトガル語で最近ポルトガル語で言われると日本語で返したりとか。お母さんが南の方、リオグランデドソウっていう場所があって、その出身で、お父さんが北なんですよね。リオデジャネイロからで、これ多分みんなリオデジャネイロの方が父親が出身です。ブラジルは赤ちゃんだった時、もうほんとベイビーの時にもうほんと抱っこ状、生まれて何ヶ月だったっけ、何ヶ月だっけ、その時はブラジル7ヶ月か、7ヶ月の時に、7ヶ月か、ガチベイビーじゃん7ヶ月の時にブラジルに行って、であとは高校の交換留学で1週間だけオーストラリアとタイに行ったことあります。楽しかったけど、やっぱ日本で育ってきたから日本の環境がやっぱり合ってるっていうか慣れてる。一番安心できるのはその環境。やっぱみんなが過ごしてきたわけで、実家なわけだから、ちっちゃい頃家に過ごしてたわけだから、保育園とか小学校低学年の時はちょっと苦労したけど、後からはもう全然友達とかもできて、学校で普通に暮らして、学校行って大人になってっていうのを普通の子たちと一緒に過ごしてやったので、多分平凡だったと思います。海外行くともう本当日本と違って、なんて言うんだろうね、別に日本がすごく硬いっていうわけじゃないとは思うんだけど、街に出たらめちゃめちゃフランクにこう椅子に座って、なんだったら裸足で上裸で日光浴してる人いたりとか、なんかアイスをそのままアイス棒を食べながら海に行ってる人とか結構いたわけだから、フランクに生きてるなと思って、そこすごく好きだなって思って。美味しいものとかは米ですもう食い気味に言います。米です。米が恋しかった。日本のお米じゃないとちょっと満足できない体になられるかもしれない自分のアイデンティティ、いやわかんないな。両方混じってると思う。両方あると思う。日本もブラジルも悪くない。よくあるブラジル人の中で日系ブラジル人がいると人だったとすると、どっちかというとブラジル系日本人な気がするテンションの高さはブラジルなんだよね。ただそっち方面じゃないとすると、他のことは大体日本に添えてるもんね。ブラジルを好きですそうだね。ブラジルはブラジルのお菓子好きだね、私確かにそうだね。その点に関しては間違いなくブラジル寄りですわ。他は多分日本、サブカルもそうだし、勉強の仕方もそうだし、考え方が微妙だよね。考え方が私って感じ隣に今いるお母さんから母からね、コミュニティリーダーお前もならないかって言われて、なるかっていう感じでなりにせっかくだからやろうか、一緒になりました。コミュニティリーダーたちが行ってるイベントとかに一緒に参加して、ブラジルの紹介したりとか、あとサンバっていうかダンス、ブラジルのダンスをみんなに教えたりとかして、盛り上げていく。もっとブラジルのこと知ってほしいから、あと他のその国の人と関係を持てるように参加してるっていうのはあった。今日お教えするサンバなんですけど、ブラジルでよく踊られてる、よくみんなが踊るステップの方のサンバをお教えします。多分皆さんカーニバルの方でよく見るサンバの方をよく想像してると思うんですけど、
それとはまた別で、なんかパーティーだったりとか、なんか近しい人同士で集まった時の集まりとかで音楽かけた時にもやるやつとかをお教えしたいと思うので、よかったら覚えて帰ってくれると嬉しいです。普段その国際交流のイベントに参加する時に、ステージとか使わせてもらってダンスとかしてる時に、30分とか20分とか使わせてもらってるんだけど、今回のイベントがありがたいことに1時間半ぐらいあったから、めちゃくちゃ楽しかった。まず簡単に言う、小学生みたいな感想文で言うね、楽しかった、面白かった、よかった、運動会みたいな感じのレベル本当になんか時間が長かった分、みんなに細かく教えられたっていうのがあって、その一人一人のなんていうの、不安解消っていうか、ここわかんないとかいう部分をこうちゃんとこうヒアリングじゃないけど、こうした方がこうできるんじゃないって教えられたのが良かったって思った。それと単純にみんなが明るいから、やっぱ福井の人ね、福井の人明るいもんね。福井のみんなが明るいから、こっちやっててもすごくこう気負わずに、カチコチになって緊張してやることがなかった。もう自分も楽しんで教えられたから、もう本当にね、今回のイベント良かったと思う。妹も今日一緒に参加してくれたけど、妹のためにもね、ちょっといい経験になったんじゃないかなって思ってます。これから福井外国人コミュニティリーダーとして何をしたいですか？何をしたい、せっかくだから人増やしたいっていうのもあるし、なんだかんだでみんなね、海外の人ってアニメ好きだから、そういう系のものを含めてやってしまえばいいんじゃないかなって思ってたりして、サブカル交えての国際交流をやったイベントとかやってみたいなって感じたりしてます。伝えたいことか、言葉の壁が一番大きいから、みんなこう案外こう、こいつとは話せねえなって思ったりとかすると思うんだけど、案外ね、好きなものが同じだとフィールで全然通じ合うから全然こうもうちょい自分から前向きに仲良くしよう、仲良くしたいってで見せれば、相手もちょっと答えようと頑張ってくれるわけだから、コミュニケーション大事にしていこうっていうことは伝えたいかな。言わなきゃ始まらないから。